ンコール全押し付け先輩を監視ログで完全論破した結果、オンコールなんて新人の仕事だろ。データが全部証明してるけど。これはある SRE エンジニアの話。俺は大手ウェブサービス企業で SRE をやってる33歳。 SRE ってのはサイト信頼性エンジニアのことで、システムの安定運用とか監視が主な仕事だ。うちは24時間365日サービスを提供してるから、オンコール当番制度がある。オンコールって何？簡単に言うと、夜中でも障害が起きたらすぐに対応しなきゃいけない当番のことだよ。うちの SRE チームは俺と先輩の2人体制。先輩の田中さんは40歳で俺より7歳年上。オンコールは基本的に1週間ずつ交代で担当するはずなんだけど。ああ、いっちくん、ちょっといい？はい、何でしょうか？実は今週のオンコール当番なんだけど、ちょっと体調が良くなくてさ、悪いんだけど代わってくれない？でも先週も俺が。ごめん、本当に体調悪いんだよ。次は絶対俺が多めにやるからさ。わかりました。こうして俺は先輩の当番を代わることになった。断りづらい空気だったし、まあ体調悪いなら仕方ないかって思ってた。深夜2時、スマホがけたたましくなった。ページャーデューティーからアラートだ。ウェブサーバーのメモリ使用率が 95% 超え。すぐに PC を開いて対応を開始する。原因を調査してメモリリークしてたプロセスを再起動。対応完了は午前3時半。また寝て朝7時には起きて出社しなきゃ。これきつすぎる。体壊すぞこれ。いっちくん、また悪いんだけどさ、今週も家族の用事があって。でも3週連続になっちゃいますけど。いや、君は若いからさ、俺みたいなおっさんより体力あるでしょ。それに若手が成長するチャンスだと思ってさ。はい、わかりました。は？成長のチャンス？ただの押し付けじゃねえか。こうして田中先輩のオンコール当番を変わり続けることになってしまった。理由は毎回違う。体調不良、家族の用事、親戚の法事。でも毎週必ず何かしらの理由で変わってくれと言われた。睡眠不足が続いて体がきつくなってきた。週に3から4回は深夜にアラートが鳴る。あなた、最近顔色悪いわよ。最近ずっと夜中に起きてるでしょ。オンコール対応でね。でも前は1週間おきだったのに、最近ずっと続いてない。実は先輩がいろいろ理由つけて変わってくれって。それおかしくない。上司に相談した方がいいわよ。そうだな、明日相談してみるよ。俺は意を決して上司の課長に相談した。課長、実は田中先輩のオンコール当番をずっと変わり続けているんですが。ああ、それは知ってるよ。田中さんもいろいろ事情があるみたいだから。いや、でも毎週続くとさすがに。君も社会人なんだから、チームワークを大切にしなきゃ。先輩が困ってるんだから助けるのは当然でしょう。それはそうですけど。それに君はまだ若いんだから、もっと頑張らないと成長できないよ。はい、結局課長は取り合ってくれなかった。は？なんがチームワークだよ。完全に先輩擁護じゃん。これパワハラだろ。それからも状況は変わらなかった。毎週田中先輩から交代の依頼が来て、俺は断れずにオンコールを続けた。疲労は限界に達しつつあった。そしてあの日がやってきた。深夜2時、またアラートが鳴った。今度はクリティカルアラート。すべてのウェブサービスがダウンしている。慌ててデータドップのダッシュボードを確認する。 DB サーバーのデイスク容量が 100% だと。これは大規模障害だ。すぐに対応を開始した。まず不要なログファイルを削除。次に古いバックアップを外部ストレージに移動。そしてディスク容量を確保してサービスを再起動。午前6時、やっと復旧完了した。4時間、丸々4時間かかった。このまま出社しなきゃ。寝てないじゃん。これはやばい。
睡眠ゼロのまま出社した俺はデスクでインシデントレポートを書いていた。おはよう、イッチくん。あれ、顔色悪いね。深夜に大規模障害があって TV サーバーのデイスク容量が 100% になって全サービスがダウンしたんです。マジでどうしてそんなことに。ログとバックアップが溜まりすぎてたみたいで容量監視のアラートは出てたはずなんですが。ああ、それってもしかして君が設定した監視アラートの問題じゃない？確かデイスク監視の設定は君の担当だったよね。いや、でもあれは先輩が。俺は関係ないよ。ちょっと課長に報告してくるわ。ちょっと待って。おいおい、濡れ衣じゃん。自分がサボってたくせに。課長室に呼び出された。今朝の障害について説明してもらおうか。はい、深夜2時に DB サーバーの田中さんから聞いたよ。君が設定した監視アラートに不備があったんだろう。いや、あの監視設定は先輩が作ったもので。課長、証拠があります。これ監視設定ファイルの Git 履歴です。最後に編集したのはイッチくんです。そんなはずは。証拠があるじゃないか。君のミスで全サービスが停止したんだぞ。損害は数百万円に上る。でも今回の件で君は降格、それと始末書の提出を命じる。合格。課長、損害賠償についてはどうなりますか？ああ、それは法務部と相談する。今回のダウンタイムは約2時間。推定損害額は500万円程度になるだろう。500万とりあえず今日は帰って休め。明日から1週間自宅待機だ。円。はい。デスクに戻ると同僚たちが距離を置き始めた。ああ、イッチさん、大変でしたね。まあおい、あいつに近づくなよ。巻き込まれたくないだろ。こそこそ話す声が聞こえる。完全に孤立してしまった。これは辛い。田中許せんわ。家に帰ると妻が心配そうに待っていた。どうしたの？ひどい顔してるわよ。実は俺は妻に全てを話した。深夜の障害、田中先輩の濡れ衣、合格と500万円の損害賠償のこと。そんなのおかしいわ。あなたは悪くないじゃない。でも証拠があるって言われてもう疲れた。何もする気になれない。諦めちゃダメよ。本当のことを証明しましょう。わかった。妻の言葉に勇気をもらった。このまま終われない。真実を証明してやる。そうだ、諦めるな。一致頑張れ。データが全部あるはずだ。翌日、俺は自宅で証拠収集を開始した。 SRE の俺にはあらゆるログにアクセスする権限がある。まずはページャーデューティーのアラート履歴を確認する。過去1年間のオンコール対応記録を抽出。これは俺が対応したインシデント324件、田中先輩が対応したインシデント12件、27倍も違う。さらに詳細を見ると田中先輩の12件は全て平日の昼間のみ。夜間、休日の対応は一切ゼロだ。完全にサボってるじゃねえか。これ証拠になるわ。次にスラックのDEM 履歴を確認。オンコール交代依頼のメッセージを抽出する。田中先輩からお礼の交代依頼87回、俺から田中先輩への交代依頼3回。しかもその3回も全部断られてる。次はデータドップのメトリクスだ。 DB サーバーのデイスク使用率の推移を確認。3ヶ月前から徐々に増加している。 70% を超えた時点でアラートが出るはずだった。そのアラートは3ヶ月前から出ていた。でも誰も対応していなかった。ジラのインシデント管理ツールを確認。ディスク容量拡張のチケットを検索。見つけた。チケット番号 SRE1247。タイトル DB サーバーディスク容量拡張対応。担当者田中。ステータス完了。でも実際には何もやってない。コメント欄を見ると対応完了しましたとだけ書いて、ステータスを完了に変更している。でもデータドックのメトリクスを見ればディスク容量は一切拡張されていない。完全に仕事放棄じゃん。これが本当の原因だ。次ハブ EP への接続ログを確認する。田中先輩のオンコール当番
録履歴、過去1年で52週分のオンコール当番。そのうち俺が変わったのが87週。あれ、52週しかないのに87週。そうか、俺の当番の週も変わってくれってきてた。完全に押し付けてたってことか。 VPN ログに戻る。田中先輩の夜間アクセス0回、休日アクセス0回、一度もオンコール対応してないじゃないか。そして最後、Git の履歴を詳しく調べる。田中先輩が証拠として出した監視設定ファイル。確かに最後に編集したのは俺だ。でもその前の履歴を全部見ていく。俺の編集はコメントを追加しただけ。監視設定のロジック自体は田中先輩が書いたものだ。そしてその設定には明らかな不備があった。アラート域値が 95% に設定されていた。本来は 70% で警告を出すべきなのに 95% になった時点ではもう手遅れだ。完璧な証拠じゃん。これで逆転できる。俺は集めた証拠をすべて整理した。ページャーデューティーアラート履歴、スラックオンコール交代依頼履歴、データドックメトリクスデータ、ジラチケット履歴、 VPN 接続ログ、Git 履歴の詳細分析。これらすべてを100ページ超の詳細レポートにまとめた。レポートにはすべての証拠のスクリーンショット、データの統計分析、時系列での整理、すべてを含めた完璧なドキュメントだ。このレポートがあれば誰が見ても真実は明らかだ。でも課長では話にならない。もっと上に直接報告しないと。 CTO 最高技術責任者に直接メールを送ろう。俺は CTO に緊急の面談を依頼するメールを送った。件名は重大な SRE 運用問題のご報告。詳細レポートを添付し、すぐに確認をお願いした。送信完了。よし、反撃開始だ。データが全てを証明してる。田中様、 CTO から返信が来た。レポート確認しました。明日午前10時緊急役員会議を開きます。出席してください。やった。ついに反撃の時が来た。緊急役員会議が開催された。出席者は CTO、部長、課長、田中先輩、そして俺。それでは会議を始めます。まず今回の障害について整理したい。一致君から詳細なレポートを受け取った。内容を確認したところ、重大な問題が明らかになった。CTO、それは誤解だと思うんですが。まず聞きましょう。一致君、説明をお願いします。はい、俺は証拠を一つずつ提示していった。まずページャーデューティーのアラート履歴です。過去1年間で私が対応したインシデントは324件。田中さんが対応したのは12件のみ。しかもその12件は全て平日の昼間です。27倍の差。これは異常だ。それは私が体調不良で。次にスラックのオンコール交代依頼履歴です。田中さんから私への交代依頼87回、私から田中さんへの依頼3回。その3回は全て断られています。これは一方的じゃないか。さらに VPN 接続ログです。田中さんの夜間休日の VPN 接続記録は過去1年間で0回です。一度もオンコール対応をしていないということか。いや、それは家族が。次にデータドックのメトリクスデータです。 DB サーバーのデイスク使用率は3ヶ月前から 70% を超えていました。そしてジラのチケット履歴です。チケット SRE1247、 DB サーバーディスク容量拡張対応。担当者は田中さん。ステータスは完了。しかし実際には容量拡張は行われていません。田中、説明してもらおう。それは確かに対応したつもりで。最後に Git 履歴の詳細分析です。監視設定ファイルの初期作成者は田中さんです。アラート域値が 95% に設定されていました。本来は 70% で警告すべきところです。私の編集はコメント追加のみでした。つまり設定ミスの責任は田中にある。でも一致君が最後に編集したのは事実で。 Git diff
てください。私の変更は1行のコメント追加のみです。域地の設定は一切触っていません。証拠は明確だ。田中、君はオンコール業務をほぼ全て一致君に押し付け、容量拡張の対応を怠り、その結果起きた障害の責任を一致君に転嫁した。いや、それは誤解です。データは嘘をつかない。田中、君を懲戒解雇とする。そんな。さらに一致君が不当に対応したオンコール業務、その代行費用として300万円の返還を請求する。また今回の障害による損害賠償として200万円の支払いを命じる。500万円、そんな金額すぐに退出してください。わかりました。田中先輩はうなだれて退出していった。一致君、今回は本当に申し訳なかった。いえ、真実が明らかになってよかったです。君の SRE チームリーダーへの昇進を発令する。ありがとうございます。特別ボーナスとして250万円を支給する。250万円も。また SRE チームを増員する。2名の新メンバーを採用する予定だ。公平なオンコールローテーション制度を構築してほしい。はい、必ず実現します。家に帰ると妻が待っていた。どうだった？勝ったよ。やった。田中先輩は懲戒解雇、500万円の損害賠償も決まった。俺は SRE チームリーダーに昇進、特別ボーナスに150万円ももらえる。すごい。よく頑張ったわね。君が諦めるなって言ってくれたおかげだよ。これで夜もちゃんと寝られるわね。はあ、新しいチームで公平な体制を作るよ。俺は新しい SRE チームを立ち上げた。2名の新メンバーを加えて4人体制に。オンコールは完全ローテーション制。1週間ずつ4人で順番に回す。オンコール手当も新設された。チーム全体の労働環境が大きく改善した。そして何より妻との時間が取り戻せた。データは嘘をつかない。ログが全てを証明してくれた。データで論破するの最高だわ。監視ツールって大事なんだな。ここまで読んでくれてありがとう。虫をつい。面白かった。オックオック。